50分遅れで成田に着きました。もう現地の時間で考えると日付を超えてますので、アメリカ一周ももう39日目になったという感じですね。いやー、だいぶ緩和されたっていうニュースを向こうでは見てたんですけど、ちょっとラックスから来るとものすごい閑散としてるし、いろんなところが閉まってますね。トイレとかも閉まってるなみたいな。やっぱまだまだちょっとこっちの方が緊張感がある感じだなというふうに思いました。さっきもなんか変なちょっと防護服っぽいの、ここから下だけ防護服っぽいの着たお医者さんとかが乗客の方のところに行ったりして、何かあったのかなと思ったんですけど、やっぱまだまだいろいろ大変そうですね。さて、入国します。不気味ですね。静か、誰もいないの。ですね、空港の検閲が結構時間かかったので、結局2時間空港で待たされました。一応その出発前に全部、やれることはやっとく、コロナに関するやれることはやっとくファストトラックっていうのに入って検査したんですけど、それでも2時間待ちましたね。いや神奈川まで帰ろうと思ったんですけど、成田エクスプレスで帰ろうと思ったら今本数やたら減ってんですね。1時間来ない話だったんで、在来線で帰ります。大変だ。2時間も待つから、この荷物とかは全部です。バゲージクレームの周りに全部並べられてて、それはそれで初めての経験でした。壮観ですね。やっぱラックスから帰ってくると全然違いますね。ここ行った時は、ラックスもそうだし、メキシコとの国境も、まだエルパソの国境も、ナイアガラの国境も全然何もなかったですけど、やっぱ日本はしっかりと水際対策をやってんだなっていう感じですね。在来線だと結構時間かかるんですよね。頑張って帰ります。お疲れ様です。ようやく日本というか自宅に帰ってきました。やっぱ自宅はいいですね。ありきたりなこと言いますけど、本当に自宅はいいですね。リラックスです。今もう帰ってきて荷物をほどいて洗濯物を入れたりとか、そういうのをある程度ようやく終えたところなんですけど、もう日本の時間で11時近く、現地時間だと朝の7時近くですね。僕が来たロスの時間だと、帰りの電車や飛行機で、1時間ぐらい寝たんですけど、ほとんど寝れなかったんで、そういう意味で言うとほぼほぼ徹夜してるような感覚ですね。というわけで、今は39日目ですね。アメリカ一緒の旅もついに終わって日本に帰ってきちゃいました。最後にどうしようかなと思ったんですけど、なんかこういうお土産を買ってきたよっていうのをお見せしようかなと思ってます。あんだけ全米回って、だってロス行ってエルパソ行って、サンアントニオ行ってニューオーリンズ行ってアトランタ行っ
てワシントン DC 行ってフィラデルフィア行ってニューヨーク行ってナイアガラ行ってバッファロー行ってシカゴ行ってグレイシャー行ってシアトル行ってサンフランシスコ行ってロスに帰ってきたわけですから、もうなんか土産なんか買おうと思えばいくらでも買えたんですけど、やっぱりなんか当然持ち運ばなきゃいけなかったんです。対してお土産って買えてないです。で一番最初のこれはカフェ・ド・モンデ、ニューオーリンズの一番有名なカフェですね。なんか州の公式、ルイジアナ州公式ドーナツとかがなんか売っている、なんか揚げパンみたいなの売りますし、それを売っている、カフェのマグカップですね。マグカップ単体だといくらだったのかな。いや、なんかそのドーナツと一緒に買っちゃったんで18ドルぐらい払ったの覚えてるんですけど、12ドルとか10ドルとかだったかな。まあこれはおしゃれなマグカップなんでいいですね。本当はシアトルのスターバックス1号店、あそこにもすごい、こういう記念マグカップが売ってて、それもいいなとは思ったんですけど、めちゃくちゃ並んでてですね、ちょっといいやと思っちゃいましてでその次買ったのはこれか、カナダのデューティーフリーで買った、ワインですねこれは同じワインを買っちゃって、これ本当お土産なんですけど、ジャクソントリックスのシャルドネ。このジャクソントリックスっていうのは僕もそのナイアガラに行った時に飲んだんですけど、僕はでもソービニョンブラン飲んだんじゃないかな。まあでも置いてなくてシャルドネしかこのデューティーフリーになかったんですけど、ナイアガラホールズのすぐ近く、車で1時間ぐらいのところにワイナリーがあるんですよね。ナイアガラの滝があるモンタリオ州っていうのはカナダで一番ワインを作っている場所で、なんか移動的にごめんなさい移動的にちょうどいいらしいんですよ。で自然も豊かだしってことで、作っているローカルのワインですね。すごい美味しいキリッとした感じのワインでしたね。でなんかあそこのナイアガラにある大学はなんかカナダで唯一ワインの醸造家の学部専攻があるみたいで、だから日本でいうと山梨みたいな感じなんでしょうね。山梨大学は、ワインの醸造家が確か日本で唯一あるはずですね。僕そこの先生たちが書いた本をたまたま大学院の図書館で、見てて読んだことがあって、しかもなんかその捨てるリストの本棚にあったものなんですよ。なんか大学院って多分たまに本を捨てることがあるんですけど、大学院っていうか大学ってそこに入ってた本だから、これ捨てるならくれますかって言ったらもらっちゃったって今もあるんですけど、カナダのワイン、これはですね、あれさっきレシート、そうデューティーフリーだったから安くて、9.19 ドル、カナダだと 11.95、USD だと 9.19 ドルですね。だから1200-1300円、安いですね。それがあって、あとはそう、よいしょ、カナダに行ったらなんとなくメープルシロップとか買いたいなと思って、メープルシロップだよいしょ、すごい丁寧に包んでるけど、メープルシロップ、僕お世話になった人に配るようにこうやってメープルシロップをそんなに甘党はいないかなと思いつつも買ってきちゃいました。そう、メープルシロップだらけですね。これはなんとなく思い出に自宅に置いとこうかなと思ってちょっと大きめの買ったんですけど、これはいくらだったんだ。
あ、これが 9.19 ドル。あ、ワインと同じなんだ。米ドルですね。これは 4.61 ドル。まあそんなもんですね。100% ピュアの、ピュアって書いてある。メープルシロップですね。まあそんなの買ったのと、よいしょ。あとは、なんだっけ。あ、そうそう、トレーダー・ジョーズでね。トレーダー・ジョーズってロサンゼルス発の、まあ、全米にある、まあ、なんかイオンみたいな会社ですけど、イオン、まあでもイオンみたいな会社、スーパーマーケット会社なんですけど、ここがオリジナルの、チョコレートとかお菓子とか、まあ、オリジナルの商品がいっぱいあるんですよ、プライベートブランドは。そういうのいっぱい買いました。例えば、こういうチョコレートピーナッツバターのお菓子とか、もうほんとみんなに配りまくるよ、食べて食べてよみたいな、そういうやつですね。これはトレーダー・ジョーズ 1000PB、プライベートブランドなのかわかんないですけど、まあチョコレートチップ、これトレーダー・ジョーズのチョコレートクッキーですね。これもトレーダー・ジョーズの、ポッキーですね。向こうのポッキー。あとこれもトレーダー・ジョーズのチーズバイスって言ってなんかチーズがチーズ味、まあ、チーズ焼いてるんですけど、インポーテッドフロムイタリアとか、まあイタリア製の、まあそういう焼き菓子、それとこれらですね。ガーリックソルト、これが2つ。あとピンクソルトですね。これは全部結構安くて 2.99 ドル。そうね、チョコチップ。これが 3.99。2.99。2.99？ これ 3.99 ドルですね。全部ドルですね。で、これ 2.99。で、これが 1.99、1.99。そんなもんですね。すごい安い。まあ、ちなみにこれ 0.1 ドルって書いてあります。向こうでもやっぱりこういう袋を買うと、まあ、日本でもビニール袋スーパーでもらうと数円取られ、3円とか5円取られますけど、向こうでも10円ぐらい取るみたいですね。っていう感じで、結構トレーダー・ジョーズでお土産買うのはアメリカ旅行としては僕はいいんじゃないかなと思ってます。安いんでやっぱりもうほんと物価が高くなりすぎて、為替も安くて、でトレーダー・ジョーズはそういう意味でも庶民の味方なんじゃないかなと思ってます。これも 1.99 とかだったんですけど、なんか昔はもっと安かった気がするんですよね。1ドルぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ何でも値上げしょうがないですね。そうで、ラックスで最後に買ったのはワイン、まあ、免税店で買ったのがこうやってパックされてしまいますね。よいしょ。やっぱカリフォルニアなんで全部ナパのワイン。これはエステイトシルバーアド。よいしょ。これもシルバーアドっていうところナパのワイン。よいしょ。これは値段がこっちよりちょっと高いからか。こうやってちゃんとやってくれてんの。これロバート・モンダビだ。まあ、すごい有名なロバート・モンダビっていうナッパバレーを有名にした、まあ、伝説的なワイナリーの人、ワイン作りの一種の神様みたいな人のワインですね。そうで、これがまあでも33ドル、40ドル、68ドル。
まあワインが68ドルで1万円が高いか安いかっていうのはちょっといろいろあると思うんですけど、まあそんなに日本で買ったらもっと高いんで、向こうで買ったら安い感じですね。はい、しかも、10%、3本買うと 10% 安くなってるんだな、これは。そんな感じですね。はい。でもワインに関しては、ですね、免税の範囲が、3本までかな、決まってるんですよ、日本に持ち込むとき。だから、追加料金払わなきゃいけないですね、税金を。だから5本持ってくると、2本分払わなきゃいけないんですけど、でも、まあ、基本安くてですね、追加の関税って1本200円とかそんなもんなんですよ。だから別に持って帰れるんだったら、持って帰ってきちゃった方が全然、安いんでいいと思います。っていう感じで、お土産を買ってきました。まあ、ぜひ、アメリカ一周行かれたら、まあ別にアメリカ一周しなくても、アメリカ行かれてお土産どうしようとなったらそういうふうに、買って、まあ、参考にしていただけるとです。っていう感じですかね。そう、あとは帰りの飛行機の中でこの39日間どうだったかなってちょっとぼーっと映画見ながら考えてたんですけど、なんかまあ3つにまとめるとこんな感じだったかなっていうのがあるんですよね。まあ基本的にはものすごい楽しかった、良かったと思ってるんですけど、なんだろう、アメリカ一周して得たものっていうのがあったかなと思って、無理やり3つにまとめると、まあ、一つは単純にアメリカへの理解が深まったなと思ってます。僕が高校出てすぐニューヨークに留学したことがあったので、まあ、ニューヨークほんの少しだけ知ってるんですね。でも1年しかいなかったんで、1年学生の時留学して何が分かるんだって話あると思うんですけど、まあしかも当時今よりも英語が下手だったんで、本当生きていくだけで精一杯だったんですけどお金もなかったですしね。まあまあそれはさておき、でもなんかまあ留学先もニューヨークだったし、まあその後遊びで海外旅行をするとかでもやっぱリゾート地か海外の都市じゃないですか、基本は。例えばフランス行くならパリ行くじゃないですかとかだし、仕事で訪れる場合は、まあなんか商社マンとかだとなんかすごいど田舎とか行って鉱山とか見たりするのかもしれないですけど、僕の場合ちょっと違うメディアのお仕事なんで、基本的には首都にしか行かないんですよね。もしくは経済が一番でかい都市みたいなところにしか行かないんで、まあなんかやっぱりその国を全体的に見るってことを初めてしました。しかも飛行機使ってバンバン飛ぶんじゃなくて、鉄道で地続きでやっぱ一周すると、その都市と都市の間の人たちがどういう生活してるとか、やっぱいろいろ見れるんですよね。やっぱ電車から見る風景って面白いなって思います。時間かかりますけどね、ちょっと時間、アメリカは広大だった。本当に時間かかりすぎてちょっときつかったですけど、まあでも面白かったな。やっぱり地続きで一周したっていうのはいい経験でした。でまあそもそもなんか国を一周したって僕初めてでして、日本すら一周したことないんですよ。日本も一周するぐらいいろんな都道府県には行ってるんですけど、本当に一周したことってないんで、初めて国を一周しましたね。しかもあんなでっかい国。そう、田舎にも行ったし、観光地にも来ましたね。そう、グレーシャーみたいな田舎も、サンアントニオみたいな観光地も。なんか思ったのは、まあ日本と同じで、アメリカにも都会と田舎があって、そこに住む人のメンタリティ全然違うんだなっていうのを大きく感じましたし、そう、やっぱアメリカはやっぱでかすぎる。日本の数十倍でかいですし、26倍だったかな、でかいですし、国土があって。そう、さらに人種の割合も、てか人種もいっぱいあるから、異なるから、日本よりはるかに多様で複雑じゃないですか、もう生活してる人々やそこの文化が。いやー、やっぱ多様だし複雑だなっていうのを、まあ、日本よりはるかに多様ではるかに複雑だと思いました。日本もいろんな多面的な面があると思うんですけど、
やっぱアメリカはもっと複雑なところがあるかなと思いましたね。まあ本当表面的ですけどね、表面的ではあるが本当面白された形になります。まあでもこれ一周したんで以前よりとてもよく、なんか肌感でアメリカってこういうもんだっていうのをちょっと理解した気がしますね。それは良かった点です。で2つ目はやっぱ結構自分見つめる時間になりますよね。なんか自分探しの青臭い話ですけど、まあ、こんな長い旅したのは僕は人生初めてでして、大学卒業する時卒業旅行とかでなんか結構長い旅行したりするじゃないですか。でもこんな39日とかしたことはないんですよね。長くても3、4週間程度だったんで本当に長い、22日とかだったかな、一番長い旅行でも。まあ本当に今回の旅一番長い旅行になりました。でこんなに休んだってのも大学を出てから初めてです。だから働き出すとなかなかそうやって休めないじゃないですか。そうで、まあそうやって長い旅してると、まあ、自分を振り返ることができますよね。てか振り返ざるを得ない時間がたくさんあるから鉄道でぼーっと風景見てて、どうしようかなみたいな、なんかそう自分のことばっか考えちゃいますね。いやだから本当今後どういう生き方していきたいのかとか、何を目指したいのかとか、あとはそう諦めることは何なのかとか、切り捨てることですね。もうやりたいこといっぱいあっても全部やれないと思うんですよね。だから諦めることも必要だと思うんですけど、まあなんかそういうのをすごい自分見つめ直す時間になりましたね。やっぱこんだけ休んでぼーっと旅してると本当なりますね。これ逆に自宅でぼーっと休んでるだけだとなんない気もしますね。なるかもしれないけど、普段の環境だとならない気もするな。やっぱりなんか刺激も少ないですし、いろんな人たち見て自分はどうしようって思ったりするような感覚が必要だと思いますね。家にいてもな、ちょっとどうもなんない気がしますね。だから旅行しててよかったと。で、これ3番がすごい大事なことなんですけど、僕自身すごい前向きになったなと思います。何に前向きになったかっていうと、これからのことに対してですね、まあ十分も休んで遊びまくってですね、観光してうまいもん食って、これからのクレジットカードの請求代が僕はとても怖いんですが、でもなんだろう、仕事への意欲とかがまた出てきた感じがしますね。なんかすごく充実した、なんか充電ってこういうことかと思いましたね。すごく充電されましたね。なんだろうな、なんか昔の知り合いやったりとか、あともう今回僕転職する前の有給期間でこうやって旅行してるんで、もうこの転職の挨拶とかリモートでしたりとか、しててですね、まあいろんな人とは話したんですね。会社辞めて次のステップ行きますっていうので、なんかそうやっていろんな人と話すと、まあ、転職することに対してちょっと僕転職決めた後でも結構悩んでたんですけど、いろいろ吹っ切れて、やっぱもう単純に次向けて頑張ろうって思いましたし、もう本当そう、今はもう早く次に向けて頑張ろうっていう気持ちでなんか充実してます。やっぱなんか休みを取るのって大事ですね。こうやって長期で休みを取る機会って日本でサラリーマンやってるとまずないと思うんですよ。まあ、少なくとも今まではほとんどなかったと思うんですね。自分が勤めてる会社だと、まあ、ちょっとコロナになる前だったら、あと働き方改革とかが世の中でトレンドになる前だったら、やっぱ新婚旅行とか親が死んでしまったとかでも1、2週間が限度ですよ。1週間休み取るのも難しい。まあ、日本大企業に勤めてるんですけど、まあ伝統的に日本大企業多分そういう感じ。特にこれまた時代錯誤なこと言いますけど、もう今はちょっと違いますけど、男で総合職で入ってると本当になんかそんな感じ。朝会社来たら夜遅くまで働いてて、休みは1年に1週間ベルトで取れたら、ベルトって全部で取れたら、連続で取れたらいいよねぐらいの感覚って、もう
この数年ではなくなりましたけど、5年10年前だと結構当たり前だと思いますね。もちろんもう全然世の中変わったんで、あえて時代錯誤のこと言ってますけど、でも本当そう思ったのは、こうやって長期で休みを取る機会が全然なかったし、正直転職するから会社辞めるからって決断しないと、今でも2週間ぐらい取れるかもしれないけど、38もだから40日間ぐらい連続で取るってなると、いや1ヶ月以上休みを取るのは難しいですよね。あんま現実的じゃないと思います。だからそういう意味でも今回の旅は本当に良かったです。行ってみて良かったと思いますね。そうだからなかなかそうやって長期で休み取る機会なんて今までなくて、でもこれからは変わってくるとは思うんですけどね。っていうのはリモートワークがすごい一般的になってきたんで、まだリモートワークって一部のその IT の人たちとかサービス業の人たちとか、サービス業ってパソコンでできるサービス業の人たちとか、そういう人たちの間だけしか浸透してないっていう考え方もあるかもしれないですけど、これが5年経ったらどうか10年経ったらどうかって思うと、かなりのビジネスはリモートワークが可能になってると思うんですよね。多分ですけど、自分たちの子供とかその孫の世代とかになると、おじいちゃんとかおばあちゃんの世代ってオフィスとか職場会社に朝早くから行って夜遅くまでずっとなんか沈みみたいになって、そこで働いてたんだ、みんな集まって同じ場所にみたいな、多分本当にそういうことを言われるような時代が来ると思います。それは何でしょうね、僕たちの曽祖父とかが祖父とかその上の人たちの世代が、なんか人間が炭鉱の中に入ってって桑とかで石炭取ってたんだみたいな、なんかもうそういう歴史的な事象ぐらいの感じに本当孫の世代とかになると本当なってくるんじゃないかなと思ってるんですよね。一応なんか僕2020年の4月から社会人大学院に行って、たまたまコロナ重なったから研究テーマをリモートワークにして、リモートワークすごい関心があるんですけど、本当にリモートワークって結構そういうふうにこれからどんどん浸透していくだろうなと思ってます。でそうなると休みの概念もまた変わってくると思うんですよね。ワーケーションって言葉が出てきた通り、仕事しながら旅行する人たちも出てくるし、本当なんか旅行先で仕事してる人だって全然 OK になっちゃうと思うし、そうすると休みって単純にパソコン開いて仕事しない日っていうことになるから今までは会社に行かなきゃいけなかったから休みを取らなきゃ旅行に行けなかったけど、働いてても旅行に行けるようになるっていうのが割と一般的だし、移動するのがそれほどおかしくもない時代が本当来るんだろうなと思ってます。ちょっとそれは余談ですけど、だから休みの概念も変わってくるとは思うんでしょうけど、で今現在の話で言うと、でもやっぱこうやってちゃんと休みを取ってアメリカをぐるって回って、僕はなんか本当に良かったなと思います。なんかやっぱ転職する前ってすごいモヤモヤすることがあるんですけど、なんか本当に充電できて前向きになってよかったなと思いますね。本当頑張ろうと思います。そうですね。今その2022年の5月です。やっぱ日本帰ってきて思いましたけど、みんなマスクしてるし、アメリカもマスク外してたけれども、最後の方ロスはやっぱりもう一回マスクしてってなってマスクしてましたし、まだもうちょっとコロナの影響が世界的な移動に影響をきたす状況は続くんだろうなと思ってます。でも徐々にコロナ禍っていうのはやっぱもう収まってきてますし、ピーク時に比べれば、世界の旅行っていうのも回復してくるだろうなと思います。でそうなるとやっぱきっと今までの反動でかなりの人が日本から世界中に行くし、反対に世界中から日本にも来るでしょうし、
まあなんかそういう行きたいところに行けるとか、会いたい人に会いに行けるみたいな、なんかそういう以前コロナ前の当たり前の日常っていうのを取り戻せる日は、そう遠くない時に来るだろうなと思ってますし、それは期待しています。もう本当1年後とかに振り返ってみた時にコロナどうなってるかなとかいろいろ考えますし、そもそも僕は新しい職場に馴染んでいるんだろうかとかいろいろ考えるんですけどとりあえずアメリカ一周の旅はこれにて終わりということにさせていただきます。まあなんか少しでも参考になればというか見てくださった方は本当にありがとうございます。僕今回 GoPro を持ち歩いてアメリカ一周したんですけど、実は GoPro も買ったのってアメリカに行く 2,3 週間前なんですよね。全然こんなこと考えてなかったんですけど、アメリカ一周とかするんだったらなんか旅行の記録とか作ってもいいかなぐらいの感じで、GoPro を買って持ってったんですけど、なんか楽しかったですね、そうやってビデオを撮りながら世界というかアメリカに旅行するっていうの。いやー、何にせよすごい楽しい旅でした。アメリカ一周39日間の旅になりましたけど、これで今回は終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。失礼します。